なんすか？よう集まってくれたな、諸君。本日の企画は2200ドルだしミステリーバウンティートーナメントデイ2。この前飛んだやつですか？お前甘いね。一昨日飛んだじゃないですか。あなたたちのお金をステーキングさせて春峰が飛んでしまったんですけども、どうしても悔しかった。昨日自分のお金で出ました。2200ドル。しかもね、2回出てます。1回飛んでます。後の方が走りまして、なんと3万点スタートのトーナメント、現在41万5000点で残ってます。一昨日やれよそれは。もちろんね、一昨日やりたかったんけど、41万5000点とかにまでね、スタックを膨らませる春峰家に投資できたってことはありがたく思えよ、お前。ということでね、今でまた信頼を落としたんですけども、ミステリーバウンティートーナメントっていうことなんでね、バウンティーがめちゃくちゃ大事なんですよ。1人飛ばしただけで一番下最悪のボーナスが1000ドルです。その上が2500ドル、その上5000ドル、1万ドル、2万5000ドル、5万ドル、10万ドル、25万ドルまであります。さらにね、500ドルプラス3ドルを500ドルももらえるし、3回もう一回引けるよみたいなね、バウンティーまであるね、トーナメントでめちゃくちゃ熱い状態なんですよ現在。今回のトーナメントなんですけども、2854名参加します。そのうち313名が残っている状態。現在の状態でも上位 11% しか残ってません。気になる賞金の方なんですけども、賞金総額がなんと570万8000ドル。これ日本円に直すとですね、7億7000万円。もう全部が変わるよ人生ってことでね、分かると思うんですけども、激アツの状態です。313名先ほど残ってるって言ってるんですけども、春峰がその中でもなんと59位につけてます。マジで興奮して3時間ぐらいしか寝れなかったです。もし25万ドル当たったら何に使います？いやマジちょっと人生変わるよな。日本円にしておよそ3300万やから、まあでもみんなにな夢見せたいっていうところもあるから、まあ、時計買ったり、あとはまあ車買ったりとか。いやこんな感じじゃなかった求めてた。いやまあ、貯金とか投資とかちゃうな。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、3300万パンケーキ。はい、ということでね、会場の方着きました。今までしてましたもう。はい、2200ドルが3325ドルにすでになっていました。昨日がバブルラインって知らなかったです。1位も多分見えたかな。順位賞金だけですよ。1位賞金なんと6500万円です。えぐいっすね。インマネはもうしてたっていうことなんで、もうガンガンね、そこは気にせず攻めていきたいと思います。15分後に始まるんでやっていくということで、2200ドル参加費ミステリーバウンティートーナメントデイ2。ここからバウンティーが発生するので、激アツな展開が待ってるでしょう。皆さんに夢を見せたい春峰かというところで、このハンドテンパチスーツボタンから UTG のディープのプレイヤーからレイズ1万6000点食らっている状況となります。ブラインドは現在4000、8000、BB アンテ8000の状態。デイ1終了がインマネラインということで、ショートのプレイヤーが結構います。その中で BB のプレイヤーが今回ショートだったため、春峰家はコールで入る作戦にしました。春峰家はディープのうちにできるだけショートと絡んでミステリーバウンティーを手に入れようという作戦です。ですが春峰家の願いは叶わず、 BB のプレイヤーはプリフロでフォールドを選択。フロップよ、おいしくなれ、萌え萌えキュン。おメイド様ありがとうというところで、フロップは346オールハートのボード。デイ2始まってファーストハンドでいきなりフロップフラッシュを引くことに成功しました。 CB が欲しかったですが UTG のプレイヤーはチェックを選択。春峰家はボタンとインポジションではありますが、もう1枚ハートが出てしまうとうざいので、安めにバリューベッドを展開していこうと思います。選んだサイズはベッドに満点。2オーバーでもコールしやすい額を選んできましたが、相手プレイヤーはフォールドを選択。これは相手勘違いしてる。勘違いしないで、別に好きとかじゃないんだから。ありがとうございます、ありがとうございます。ワンハンド目からいきなり気持ち悪くてゲロ吐いた方、ありがとうございます。次のハンドかまず。チップは増えていますが、バウンティーは未だに取れていない春峰家。皆さんにミステリーバウンティーの絞りを見せたいので、期待値は追いながらも1人は絶対に飛ばしてやるぞと思いつつ、このハンドクイーン10オフスーツハイジャックからデイ2ということで、変に硬くならずのびのびアグレッシブに戦っていこうと思っています。ディープなので、できるだけ広めにオープンしてショートのプレイヤーと当たってバウンティーチャンスを増やしたいと思っています。というところで、春峰家は 2BB オープンのレイズ1万6000点を選択。1人飛ばしただけで常に最大賞金3500万円がもらえると思ったら、もうドキがムネムネこのトーナメント様。一撃3500万円となると、春峰家の最大獲得賞金優に超えてしまいます。ミステリーバウンティーのバウンティーで上振れて人生最高額更新って少しかっこよくないですが、それでも皆さんには夢見せれる。とにかくそのチャンスを1回いや 2,3 回くれと思いながらポーカーを打っています。というところで、少し悩まれていた BB のプレイヤーがここでコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ることとなりました。というところで、フロップはエース9デュースの2クラブのボード。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。
シンプルにオリジナルに有利なエースハイボードなので安めの CB を打っていきたいと思います。シンプルにエースを持っていても今回のように滑っていてもこのような安めの CB を打つことが多いです。というところで春ポーカーは44000点のポットに対してベッド16000点を選択。キングやジャックなどが落ちたら再びブラフも打てるので今回は安めの CB を選択しました。全くドローがなかったりテンズやクイーンズを持っていた場合は一部チェックすることもあります。しかし BB のブラインドディフェンスに対してエースハイボードはかなりプレッシャーをかけていく局面が多くなると思います。というところで BB のプレイヤーがこのベッドに対してコールを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのはキングのスペード。このボードにおいて BB のプレイヤーは再びチェックを選択。先ほども言っていた通りキングという春ポーカーにとってドローが伸びるターンカードが落ちました。全く関係がないラグなどが落ちていたら春ポーカーチェックバックしていたと思いますが、このターンカードはもう一発ブラフベットをするに適しているターンカードかなっていう風に思います。エーシーズやキングス、エースキングなどはこちらのレンジです。ここで春ポーカーはエースヒット以外を全て下ろしに行くベッドサイズを考えています。そうなると結構高めに打ちたいため76000点のポットに対して大きめのベッド5万点を選択。もしもこのベッドにコールされた場合、ほとんどの場合がエースヒットもしくは2ペアあたりなので、リバーでジャックを引けた場合はバリューに切り替え、それ以外が落ちたらさすがに諦めようと思っていました。ですが相手はここでギブアップ。春ポーカークイーンハイでポットを獲得。ボードとレンジを考えたお手本のようなブラフベッドができたと思います。いいぞ春ポーカー、デイ2でも全くちぎってない。次もかませ春ポーカー。現在デイ2のまだ1レベル、ブラインド変わらず4000、8000、BB アンティ8000の状態です。バウンティは取れてませんがチップは増えてる。焦らず行きましょうというところでこのハンドエースクイーンオフスーツ BB からテーブルにショートのプレイヤーがまだちらほらいるので自分から入れてくれと思っています。春ポーカーエースクイーンなら BB で余裕のコールですが、他のディープもそう甘くない。ショートがちらほらいるのでディープのプレイヤーはこのようにほぼNハンでレイズを仕掛けてきます。ディープのミドルポジションのプレイヤーがレイズ16000点を選択。このオープンに対してショートのカットオフのプレイヤーが悩んでいます。少し悩んでここでカットオフのプレイヤーがオールインを選択。オールインのサイズとしては45000点、かなり小さいオールインとなります。このオールインに対しては春ポーカーコールもしくはレイズをかぶしていきたいですが、もしもディープのミドルポジションのプレイヤーが本物のハンドを持っていた時、これはかなり事故になる可能性があります。そんなことを思っていたらまさかのボタンのプレイヤーからもオールインを食らってしまいました。これはかなり事故が起きそう。カットオフのオールインに対してはもちろんコールかレイズをしようと思っていましたが、ボタンのスタックサイズを正確に確認してコール、レイズもしくはフォールドするのかを冷静に判断していこうと思っていました。スタックサイズを確認するとボタンのプレイヤーは14万9000点のオールインをしていました。現在のブラインドでいうところの 18BB、 さすがにフォールドはなしか。そうなったらあなたが今から選択するのはコールですかレイズですか。後ろに春ポーカーよりディープが構えていることもある。ここはリスクヘッジを考えて春ポーカーコールを選択。もしも超絶ディープのミドルポジションにオールインを返されたらフォールドもできるような体勢を取りました。ここでミドルポジションのプレイヤーがまさかの春ポーカーのコールに対して長考されるので早送りにさせていただきます。頼む、ミドルポジションマジで降りてくれ。これにもしミドルポジションがフォールドしてくれたら春ポーカーはエースクイーンで2つのバウンティーを取るチャンスが得られる。ボタンの 18BB オールインもショートのオールインにかぶせてのオールインなのでバウンティーを取りに来てる可能性もある。ミドルポジションのディープのプレイヤーさえ降りてくれたら何も怖くないねん。頼む、降りてくれ。するとここでフォールドを選択。ナイス。ショートのプレイヤーのハンドはエーステンとキングクイーン。神展開すぎる。どちらにもドミネーションしてる。これは取ったやろ。頼む、フロップはえぐいってきったー。神のターン。今は天のスペード。なんかごちゃごちゃしたけどなんとかボタンのプレイヤーに負けることは防げた。ナイス。バウンティー厳重。ということで春ポーカーは一番ショートのプレイヤーには負けましたが14万9000点をオールインしていたボタンのプレイヤーには勝ちました。ということで春ポーカーはショートに負けたものの14万9000点を出して20万8000点のポットを獲得。6万点ぐらいスタックを増やす形となりました。さらにボタンのプレイヤーを飛ばしたこととなるので見事ここで1個目のバウンティーを取ることに成功しました。これで一撃3500万円までの切符当てに入りました。今回はポーカーだけではなくミステリーバウンティーの開封の時もめちゃくちゃ面白いのでそちらの瞬間も楽しみにしていてください。いいぞ、そのままガンガンかませ春ポーカー。ミステリーバウンティーも取ってスタックも増やしてイケイケな春ポーカー。
続いてのハンドはこいつだ。エースクイーンスーツ UTG プラス1から。現在ブラインドは5000、1万 BB アンティ1万の状態です。春ポーカーもちろんオープンしていきます。選んだサイズは 2BB オープンのレイズ2万点。まだちらほらとショートのプレイヤーがテーブルに存在しているので、このエースクイーンでそこら辺のプレイヤーを飛ばして一撃3500万円の夢のチケットを何枚も手に入れたいなという風に思っています。ですが対面のディープのプレイヤーがこのオープンに対して悩まれています。そしてここで3ベッド6万点を選択してきました。このプレイヤーはオープン率も3ベッド率も高かったので、春ポーカーエースクイーンスーツもちろん降りるわけはありません。春ポーカーもそれなりにディープですし、相手は超絶ディープなのでかなりタフなシチュエーションになりそうです。というところで春ポーカーはコールを選択。ポストフロップもかなりアグレッシブなプレイヤーなので、相手のプレッシャーに負けすぎないように立ち回っていかないとなというふうに思っていました。というところでフロップはエース93の2ダイヤのボード。かなりいいボードが落ちてくれました。ですが春ポーカー焦ってドンクベットはせずチェックを選択。このボードはほぼほぼベッドが飛んでくるかなというボードです。もちろん額とは相談ですが、コールもしくはレイズを選択しようと春ポーカーを持っています。すると予想通り、ここで相手からベッド3万点が飛んできました。サイズとしてはかなり安いのでレイズをすることも考えましたが、これは3ベッドポットです。相手がエースキングの可能性もあるし、キングス以下のポケットペアを全て下ろしてしまう微妙なレイズになってしまうと思ったので、春ポーカーはここでコールを選択。アグレッシブなプレイヤーだったのでターンでも引き出した方が得だと思いました。するとターンに落ちたのは5のスペード。とりあえずフラッシュドローが完成してしまう。ダイヤが落ちなくてよかったなと思う春ポーカー。ターンでも相手からのベッドを待っていきます。春ポーカーはここでチェックを選択。3ベッドポットということもあるので、すでにポット額は20万5000点。慎重にプレイしていきたいなと思います。このターンカードにおいて春ポーカーのチェックに対して長考する相手、おそらくベッドを考えていそうです。春ポーカーの残りスタックは45万点ほどなので、このハンドでいきなりオールイン対決もありえます。というところで相手はここでめちゃくちゃでかいベッド14万点を選択してきました。ターンでベッドを待っていくとは言ったものの、ここまででかいベッドは考えてなかった。先ほども言った通り、春ポーカーのバックスタックは残り45万点ほどです。これにもしコールした場合、リバーでスケアカードが落ちなかったら相手のオールインにもコールしないといけない覚悟を持たないとなと思っています。ターンのこの相手のベッドでかなりタフなシチュエーションとなっています。このターンでのデカベッドができるバリューハンドは相手が3ベッター側ということもあるので、エースキングやナインズ、逆にブラフハンドで言うとキングクイーンダイヤダイヤやキングジャックスペスペなどかなというふうに思います。ターンでスペードが落ちたことによって相手のドローの目は少し増えています。もう少し安く打ちそうではありますが、エースジャックスペスペとかも一応あるのかなと思っています。怖いけど、ここは怖いけど歯を食いしばっていけボコザキコール。春ポーカーめちゃくちゃ怖いですが、このボードでエースクイーン強いベッドとはいえターンで降りていたらさすがに降りすぎでしょうということで、相手のフラッシュドローを信じてコールをする選択としました。リバーはダイヤもスペードも落とすな。クイーンハートしか受け付けません。運命のリバーに向かいます。リバーに落ちたのは8のスペード。スペードも正直落としてほしくなかったですが、スペードはランナーでのフラッシュ完成なので、相手がフロップから打っていたこともあり、だるいですがダイヤが落ちるよりかはマシだなと思っていました。そのダイヤのフラッシュドローが滑ってさらに諦めてくれることを願って春ポーカーはチェックを選択。このリバーに対して相手プレイヤーはかなり悩まれるので早送りにさせていただきます。頼む、もうチェックしてくれ。お前は十分打った。かなりの気合も見せた。だからもう諦めてチェックしてくれ。そう思っていたのに、ここで相手はオールインを選択。それはマジできつい。春ポーカーはかなり厳しい展開に追い込まれてしまいました。ですがその中でも相手のハンドレンジを冷静に判断していきたいと思います。3ベッター側のハンドレンジでここまで打ち切れるバリューハンドはエースキングやナインズ、あとはランナーで伸びたフラッシュぐらいかなと思います。逆にブラフハンドで言うとダイヤ2枚のフラッシュドロー滑り、あとはキングスペード1枚持ちがブラフしてきている可能性もあります。ボードにエースが落ちているため、エーススペード1枚でブラフに変えてくるのはなかなか考えられないんじゃないかなとも思います。エースを持っていたらシンプルにショーダウンを目指すと思いますし、エースジャックなどもこのリバーにおいては基本的に止まると思います。相手がアグレッシブなプレイヤーということもあるので必死にブラフハンドを考えていますが、春ポーカー考えに考えすぎてここまででも2分間以上の時間を使ってしまいました。するとついに対面のプレイヤーから
クロック要求をされてしまいました。クロックを要求された場合、フロアの方がテーブルに来てそこから30秒間カウントされます。春ポーカーは残り30秒間で決断を下さなければいけない状況となりました。ここから春ポーカーは相手のハンドレンジではなく、今回出ているトーナメントの特徴について考えていきました。このトーナメントはバウンティートーナメントなので、飛ぶことが何よりものマイナスになります。すでに結構なチップをポットに入れているのでフォールドするのは惜しいですが、まだ春ポーカー考え方によっては31万点のスタックを残しています。31万点になっても春ポーカーよりショートのプレイヤーがテーブルにちらほら残っています。さらにここで相手の心情を考えた時、ミステリーバウンティーがかかっているからこそ、リバーでのオールイン要求はさすがにバリューによってそう。フォールドダウン降ります。全ての海の親フォリガカウントギリギリで春ポーカーは無念のフォールドを選択。鬼のディープとめちゃくちゃいらん形でぶつかってしまう形となりました。今大会一番きついシチュエーションでリバーでは3分ほど長考しましたが、ミステリーバウンティーというトーナメントの特徴も捉えた上でこのフォールドは間違ってないかなと思います。マジできつすぎるけど次で取り返せ春ポーカー。先ほどのエースクイーンで大きくスタックを減らしてしまった春ポーカー、その後もハンドが入らずじりじりチップを減らされています。でもこれはトーナメント、チップがある限り優勝の可能性は途絶えません。というところでこのハンド、キングス UTG からブラインドは現在6戦1万2戦 BB アンティ1万2戦の状態です。現在の春ポーカーのスタックは20万点ほど、 16BB ぐらいのスタックなので一発オールインでもいいのですが、 2BB オープンで刻むか迷っています。エース10やエースジャックなどだったら一発オールインするんですが、今回はいやらしく刻んでいこうと思います。春ポーカーが選んだオープンサイズはレイズ2万5000点。バウンティートーナメントの中でも特にこのミステリーバウンティートーナメントはバウンティー期待値が特に美味しいので、ディープのプレイヤーがショートのプレイヤーを割と無理に飛ばしに来ることがあります。なのでこのようなめちゃくちゃ強いハンドは一発オールインで相手にすんなり諦めさせるのではなく、ミステリーバウンティーという餌をぶら下げて相手のスケベ心につけ込む作戦に出ている春ポーカー、エロいよー。するとそんな春ポーカーの餌に食いつくかのようにボタンのプレイヤーからここで3ベッドが飛んできました。この3ベッドに対して SB そして BB のプレイヤーが少し考えられるので早送りにさせていただきます。春ポーカーのスタック的には 16BB、17BB ほどしかないので、この3ベッドに対してはもちろんオールイン選択を取ろうと思っています。相手もミステリーバウンティーがかかっているので、このオールインにはほぼほぼ降りないと思います。というところで春ポーカーはここでオールインを選択。そして相手はスナップでコール、相手のハンドはナインズ、ナイス。あとは下振れんな、頼む。そのまま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 ナイスー。春ポーカーこのキングスでなんとかダブルアップに成功。ここで再びスタックを41万点にまで増やすことができました。ナイス春ポーカー。続いてのハンドは2連続続けてのハンドということで、このまま早送りで送らせていただきます。私服の雑用、チップ集めをしているところでこのハンド、エースジャックオフスーツ BB からスタックが 34BB ほどに戻ったので、ここからはまたポーカーができるなっていう風に思っています。先ほどまではショートで一方的に狩られる立場でしたが、春ポーカー狩る立場にもなり得ます。というところでミドルポジションのディープのプレイヤーからレイズ2万6000点食らいました。このミドルポジションのプレイヤーはアグレッシブなプレイヤーで、ディープということを利用してオープン率も高めているプレイヤーです。このプレイヤーと戦う時はかなり気合を入れないといけないなという印象。春ポーカーはここで BB というポジションから3ベッドを選択するかコールド目にするかで悩んでいます。エースクイーンでもがっつりやられた、ここら辺でやり返すか。スタックも先ほどのキングスでかなり回復した。ここで春ポーカーは気合の3ベッドリレーズ8万点を選択。もしもこの3ベッドにオールインが飛んできてしまったらほぼほぼフォールドしないとなと思っています。逆にコールされても春ポーカーかなりタフなシチュエーションに追い込まれてしまうと思います。3ベッドしたもののかなり怖い春ポーカー。相手のアクションはフォールドを選択。ナイス、怖かった。よーほっ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 ほ、世の時代よのキングスエースジャックで2連続ポットを獲得。相手のプレッシャーにビビらず3ベッドも積極的に返せています。一時はかなり削られたスタックもここでアベレージちょい下にまで回復。いけるぞ、このままかませ春ポーカー。はい、ということでね、デイ2初めてのブレイクとなりました。今回マジで激動でした。現在155名しか残ってません。上位 5% まで来ました。現在春ポーカー45万点ぐらい持ってます。アベレージチップが55万点なんでアベレージ以下なんですけども全然激アツです。エースクイーンスーツマジきつかったんですけど、
をしっかり降りれて、バウンティートーナメントなんでバリューに寄ってると思います。オールにはね、今回のトーナメントからあれは降りました。ってことでシュンポーカー現在エースクイーンで1人飛ばしたんで、バウンティーも1つゲット、賞金は4885ドルが確定しています。今からもどんどん賞金も上がりますし、バウンティーも取れるチャンスあるので集中してやっていきたいと思います。ってことで激アツシュンポーカー。Zero, zero, zero. ここは一般的にチャンネル登録促すとこやけど